社長何してるんですか？すごいよこれトム・クルーズ、めっちゃ飛んでるほら。練習だけで何百回やってる。バイク何台潰すの。すごいよな。トム・クルーズ好きですね。大好きだよ。俺もう生まれ変わったらトム・クルーズになりたいの。でこれすごいな、メイキングのこれ今公開でしょ。ミッションインポッシブルデッドレコニング、パート1。今年がパート1で来年パート2やで。もう必ずバイク出てくるやん。飛ぶんやでこれ。すごいな、かっこいいよな。まあこれもいいけどさ、MI2、これもさ、これオーストラリアで撮ったやつやねんけどさ、このバイクだ。ちらっと見える？ほらほらほら、これ有名なダンバ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 ン。このオートバイトライアンフスピードトリプル、2006年に僕このオートバイオークションで買うてん。買ったの？買った。チャリティーオークションでこれ社長がこのバイク買ったの。今ね、うちのあるお客様、オーナーさんのところにこのオートバイあります。な、久しぶりに会いたいな。ちょっと俺お客さんに電話してこのオートバイ取材させてくれへんから聞いてみるわ。本物のこれ日本にあるんだよ。嘘。だって俺が輸入して持ってきたもん。嘘。ほんと。見たい。これトムが乗った本物があるんで、2006年買いましたねこのバイク。今見た？ベーンって走ってるやん。ほな後ろから撃たれんねん。こうやって走ってると後ろからバーンバーン、ほら、テール割れたやんこの本物が。ちょっと電話して聞いてみるわ。いいよって言われたら取材行こうか。あんまり大きい声出せない。今日だいぶ前に収めさせてるオートバイ撮影してもいいよって言われたんで来ました。冒険某所。ちょっと出演は NG の方なんでオートバイだけ撮らせてもらおうと思います。わかりました。今映画でやってるあのバイク、じゃあ行ってみましょう。あそこに置いてあるんやと。お邪魔します。ちょっとプールあるで。本当だ。プール今日38度ぐらいあるからプール入りたいもん。本当ですね。ほんまに。お邪魔します。ちゃんとエアコンかけて準備してくださってます。これです。ドーン。こうやって置いててくださるからエアコン付きでこうやって置いてあるから錆びないんだね。すごい。すごいね。日本の某所になんとトム・クルーズが乗った2000年最大収益、興行収益最高収益を上げたミッションインポッシブル2のオートバイが日本の冒険某所にあるんだよ。すごい。こうやって本当に持ってる人って明かさないよね。明かさないですね。すごいよね。じゃあちょっと説明してみたいと思います。このバイク、何かわかる？これね、トライアンフやね。ここにスピードトリプルって書いてあるんだけど、割れてるよね。割れてる理由は後で説明するんやけど、これなんと今ミッションインポッシブルの第7作目が今週公開になりました。僕の大好きなトム・クルーズが実際に乗ってミッションインポッシブル2で15分ぐらいバイクで悪役と戦うシーンあるやん。本当に乗って走って撮影に使われたバイクです。本物でね、実はここにね、こうやってこれもそうなんだけど、もともとこれ実はそういう博物館に飾ってあったのね。これその時のプレートもらってきてるんだけど、トライアンフスピードトリプルモーターサイクルね、ドライビングバイトム・クルーズミッションインポッシブル2、これはもう実際にトム・クルーズが最後のチェイスシーンでバイクのそのシーンで運転したものですっていう風にして飾ってあるんですよ。でそれをね、僕が2006年のミッションインポッシブル3の公開に合わせたチャリティーオークションにこのオートバイが出たのね。でこのオートバイとセットでトム・クルーズのサインとかでそういったものが出た時に最後まで手挙げて買いました。それを今のオーナーさんに大事に持ってもらってます。書類もね、実はねちゃんとサティフィケートもあって、これ見えるかな？シネマビークルサービスカリフォルニアハリウッドだから、これ映画のこういう車とかオートバイを提供する会社、映画撮影のところの所有物やったものをそこの社長さんからサインをもらって、スピードトリプルはどのフレーム番号でこれがちゃんと使われたものであることを証明しますよってことで社長さんのサインも全部もらって、シネマビークルサービスっていうところからちゃんといただいてきちっと正式に購入してきたものになります。だからね、これ本物で間違いないのよ。ここトムが触ったとかね。それ触っちゃっていいんですか？いいや、これはお客さんに怒られるかもしれないけどで、なんとこれを日本に持ってきた時に実は日本の車検も取得してお渡ししたいんです。日本も走れるし、アメリカも走れる状態。いつでも税金と払って登録をし直せば、今はもちろん登録は切ってあるので、
あれなんだけど、そんな状態の本物です。でいつもはね、もうちょっと壁側につけてね、飾っておいてあるんだけど、今日ちょっと撮影させてくださいって言ったらどうぞってことで、今日こうやって撮影する機会をいただきました。でね、これちょっとね、順番にじっくり撮っていくので、これね、本当は映画と一緒に見ていくとめちゃめちゃ面白い。僕も最初、このバイクの横で映画を見てると、めちゃめちゃ面白い。最初は穴も開いてない。撃たれるたびに、こういうところが増えていくの。そう。だからね、どのシーンでどう割れていくかっていうのが、本当に順番に映画とともに見ていくと、どんどんこの傷、全く同じ傷が増えていきます。でね、実は受け渡しの時に資料いただいてお話聞いたんだけど、一つの車種につき3台から5台ぐらいで、オートバイとしては3台。エンジンはこういう雰囲気にはなってんねんけど、エンジンがついてないオートバイとかがあるんだって。でそのエンジンがついてないやつとかは見た目だけはこのままなんだけど、実はスタントマンがガッてジャックナイフして売ってるとことかはスタントはトムがやるんだけど、バイクが軽くないといけないからエンジンは空のエンジンとかそういうのもあったんだって。あとね、最後飛んで爆発するのよ、あれも別のバイクで、オフロードのタイヤ履いてるのよ、そういう砂浜いうか、そのダートのシーンでは。でそれはこれにタイヤを履かし替えましたって言ってました。特にこのオートバイは最後のオーストラリアで公道をぐわーっとこう走り回るのよ。その走り回る実際に走ったのはこのバイクだそうです。すごい。そうだからね、エンジンのないバイクもその時売りに出てました。で僕それは買わなかったのよね、モックアップっていうやつで、要は走りませんよ、撮影の時に空中に浮かしたり飛ばしたり、ジャンプの時は発射台に乗せて発射させたんやて、でそれは軽くないとうまく飛ばないんで軽いバイクを作ったんやて。でこのオートバイは本当に映画が公開される時最新の形になるように、2000年式の最新のスピードトリプルになるようにトライアンフ社が用意した1998年10月生産なんだけど、2000年のモデルにビタッと合うように作られた車両だそうです。へえ、そうなんだ。そうだからね、実はプレートとかそういうのないプロトタイプなんだよね。本当ですね、ちょっとね、じっくり見ていきましょうか。はい。まずメータで、これオーストラリアも走ってるけど、撮影で持ってってるから、間違いなくこれは US 仕様になってます。だからマイル表示ね、これオーストラリアだったらキロメーター表示なのよ。で77マイル、77マイルなんだけど、実際はね、僕がね、これ日本に持って帰ってきて車検取って動かしたりとかしたので、2005年僕が買う前で68マイルです。でこれもアクチュアルマイレージでもきちっと、で撮影で68マイルだから約60マイルぐらいで撮影を終わらせてるって言ってた。6636だから100キロぐらい、やっぱり撮影で100キロぐらい走ってる。そのうちでもほとんどをトムが自分で乗ったって言ってたんで、だ一応これもう本当にこれの生涯8割はまだトムが乗ったバイクやね。すごい。いや素敵でしょ。素敵すぎるね。なんか俺久しぶりに持ってんけどね、今オーダーしてくださってる方はトムの大ファンで、じゃあぜひって言って、お家に飾ってくれてはります。でもね、アメリカでもそうなのよ、結局こういうオートバイがなんで残ってるかって言ったら、こうやってお家の中に入れてもうそのままずっと大事にしてくださるから残るんだよね。なるほど。いやでメーターがね、その普通のオートバイとねほとんど変わらないと思うんだよ。このオートバイで言うと、トムが触ったであろうキルスイッチとセルスターター、これ間違いなくトムがさ、トムと一緒。これがパッシングね。でライトが入ろう。でウインカー、ホーン、これだけやもんね。あとはね、きっとこの時代ってプラスチックのタンクだと思う。もしかしたらあれかな、スチールかな。どちらにしてもこれはカバーなんで、この下に燃料タンクがあるんですけども抜いてあります。お渡しするときにシートと開けると何もね、ちょっと工具とかは入ってないね、やっぱり。いうか販売されたバイクじゃないんでね、撮影のために用意されたバイクなんで、1998年の9月生産のシートです。これをトムが乗ってたのかと思うとなんか嬉しくなるね。でこの「ミッションインポッシブル2」の時の話はやっぱりこれ撮影がオーストラリアで行われてて、すごく噂にもなってたし、今でもシドニーにあるラ・ペルーズっていうところがあるんだけど、木の橋みたいなのが海のところにかかっててとかも綺麗な景色のところ、オーストラリアでも今でも人気の観光地です。もう MI2 の撮影をしたっていうので観光客の人は全世界から訪れるという。でもね、僕は本当にあの時住んでたからアメリカの映画やけど、何が嬉しかったって、
なんせ走ってる車は日産のパトロール。日産のパトロールって言ったらサファリ。まあランクルみたいなの日産前やねんけど、それとフォード。で、よくよく見たらやっぱり全部右ハンドルなんだよね。で、それでずーっとこうカーチェイスとかやっていくねんね。ほんでトレーラーがガーッしていてドカーンって潰れてあのトレーラーも僕オーストラリアで乗ってたから、懐かしいなと思って見てたんやけどね。で、前の方に回ってきてもらうと、これ。ここに傷ね。本当だ。これ、ここに傷ね。これってね、実は最初映画で見てたら、最初のシーンでこの傷はないんだよね。ああ、そうなの。このシーンが終わるためにこれにはちゃんとコンテがあって、で走っていきます。このシーンでこけましたって言ったら、まず転倒したって言ったら、転倒した時にここに傷を入れるんだって。あ、本当だ。そう。ほんで、トムが持ち上げて走り出して、まだこのとこは開いてないんだよね。で、ずーっと今度走っていって、いろんなことするやんか、で、バーって撃たれたりしてこう反対側に途中でね、トムがこっちに逃げて走りながらこうやって走ってるシーンがね、でバーって撃たれたらバーってなるのよ、この辺が。そしたらまたそのシーンで穴開けて、だからこれね、割れてるわけじゃない。これ美術さんが綺麗に実は削ってるんだよね。ここもほらシートも見て。あ、本当だ。そうだからまるで撃たれたみたいになってるけど、すごい。そうでまた次のシーンに行って、ほんで今度前からこうだから撃ち合いになったって言ったらこういうところに傷が入って、ほんで今度後ろから撃たれたって言って途中でねナンバーがピロンってなって、ここの赤いのがブワッて飛び散るシーンがあんねん。で実は僕らこれ車検通らないから、これ車検2本目通した時は僕これもう1個持ってんねんちゃんと。これ本当にこれが美術さんがわざと割って作った、もうこれがそのままで、ここ撃たれましたって言ったらここ撃たれたシーンになって、ウインカーが落ちたりとか落ちたシーンになって、どんどんそうやって面白いでしょ。僕の動画見た後映画見てください。本当ですね。 MI2 ミッションインポッシブル2、本当に最初はダートの上でこけたからね、それガッと起こして、で、その時はね前後オフロードタイヤ入ってます。おお、そうなんだ。でそのままバーッと走っていって、で今度、街というかもう走り始めんねんけど、めちゃめちゃかっこいいねトムが、でそのトムが走り出したシーンになって撃たれていくたびにこういう傷が増えていきます。へえ、ちょっとぐるっと失礼しますね。そうよ。ほんでガソリンがポタポタ漏れるシーンとかもあんねんけど、それもほらわざとこうね見ていったら本当にあるから、これもわざとつけたわけだからね。もう本当にね、こういうちょっとした傷とか、その辺を追いかけてくれると、本当にピタッと、あ、これ本物だって分かると思う。へえ、すごいな。そうなんですよ。で、このオートバイ自体はその2000年の時に2000年のモデルに見えるようにされてるんだけど、フレームにねちょろっと打刻でね、これは全てなのかどうなのか僕は分からないんだけど、1998年10月7日に作りましたよっていう日付までフレームに打刻が入ってます。ただこの打刻が全部に入ってるかどうか僕ごめんなさい、トライアンのこの年式のオートバイを持ってないので、ちょっと分からないんだけど、このバイクはそうなってます。でね、前まではエンジンかければすぐ走れる状態でした。すごい。ただこちらにお渡しするときにガソリンは抜いてあります。バッテリー外してお渡ししたから。でもそれ以外は全然その時のままだから、逆に綺麗に磨き上げたりとかもしたことはないです。だってトム・クルーズがまたがってたんでしょ、そのままやんか。本当にこれがね、当時もこの映画でね、このデュアルライト、一気にこれ人気になったんだけど、でも正直言うと不人気車だよ。スピードトリプル探してももうほとんど残ってないしね、日本の中古車市場にもこの年式のものは今日現在僕が見たところ0台でした。そうなんですね。あんまりないね、残ってない。だけど現在はこれね、本当当時もバトラックスだったのかどうかは分からない。でもこのチェイスシーン撮るのにブリヂストンのこのバトラックスの、ハイグリップタイヤ入れてオーストラリアの街を駆け抜ったっていうのは間違いないです。でここに本当だったらプレートが入るらしいんだけど、プレートもついてないし、配線なんかもすごい荒くったいです。正直使ってないカプラーがプラプラしてたりしてたんでいや、きっとやっぱりこの2000年に見えるように慌ててこう、慌ててというかそういう風に作ったんだろうね。でもそれ以外は市販車とやっぱりねタイアップしてるから、市販車と同じように見えるようにきちんとされてます。でも本当カプラーとかは結構むき出しのままで、やってました。僕何回映画で見ても全く同じところに傷あるから、この撃たれた後、これも拳銃で撃たれていうか鉄砲で撃たれた後で撃たれたんちゃうの、すごいよね美術さん。こう撃たれた風にペイントしてるんだよね。でここ
で、あとはそうやね、バババババって横から打たれた時のこのスピードの D の後ろもこれもぴったり合います。あ、そうなんですね。これも本当にう完璧に映画と全く一緒。ここにトライアングルのねマークとかがあんねんけど、映画のにはないです。だからこれ本当にその辺がだから間に合ってないかったのかなって思いますね。で、何よりこのシートの穴ね、このシートも打たれた後ね、いやこれどっから打たれたらこんな上になんねやったかな、ヘリコプターやったかな、わかんないけど、確かね、こう上でもう後ろがね、本当走ってる時にパーンと飛び散るんで、そういう派手なシーンがあります、もちろんそれは違う映像やと思うんやけど、でもその後はこの状態で走ってます。あとナンバープレートだけね、1枚ねあったらいいんやけど、ナンバーついてたんだよ。いや、僕が買う時にはもうナンバーついてなかったんだけど、ちょっと待って、あの映画のシーンのナンバーとこの東北のナンバーって一緒なのかな。違うね、なんかね、ちょっと短いナンバーやったから、やっぱシドニーのナンバーやね、ニューサウスウェールズのナンバーついてたんちゃうかな。なんせ当時僕オーストラリアに住んでたんで。あ、そうやね、そうや。だから2000年って言ったら僕オーストラリアにいたんで、それすんごい当時はオーストラリアで大ヒットしたこの映画。あれからなんね、23年でチャンスよ。アメリカで仕事してる時に2006年、これを手に入れるチャンスが出て、もうあの時絶対こうだろうって決めたから。で、ずっと持っときたかったんだけどね、ぜひっていうことで。で、今回ミッションインポッシブルの公開ということで、ぜひ紹介させてくださいって言ったらいいよって言っていただけたんで。ありがとうございます。はい。レミちゃん、特別やで。俺が乗ってトム・クルーズの気分になってるところをしたら、視聴者からクレームが来そうやから、エミちゃんっていう。本当ですか？やった。ありがとうございます。トムを感じて。ありがとうございます。さあ、はい、じゃあエミちゃん、どうぞ。では、すみません。トム・クルーズファン、ミッション・インポッシブルファンの皆さん、失礼します。はい。いいのかしら。いいよ。やっぱトムの感じする？あ、意外にいいポジションなんだ。マジ？ジャックナイフもできそう？ジャックナイフね、できちゃうな、これは。できる。うわー、トムが乗ったバイク、いいんですかね。いいよ。すみません、ありがとうございます。ねえ、後で知らないオーナーさんが後で吹き吹きしてるかもしれない。でも全部吹き吹きしちゃったらね、トムのも吹き吹きしちゃうんで、僕だから日本持ってきてもそのままにしといたからね、お渡しするまで、すごい。洗ったり触ったりしないようにしました。トム・クルーズってほとんどご自分でされるんですそう、ね。だから本当に乗ったバイクですっていうのはね、証明書までもらってるんで間違いないと思います。はい、そんなんでまたね、こういった珍しいオートバイがあるよって言ったら取材させてもらえたら嬉しいのでよろしくお願いします。バイバイ。ぜひね、このまま大事にしていただいて、いつの日か僕がまたハリウッドとかアメリカのオークションにでも持ってって、いつかまた次のオーナーにまた日が来たら面白いなと思ってます。